こう ADHD の彼氏と付き合っていくのって大変だよとか、このお世話させるっていうことはちょっと大変だよみたいな感じの。皆さんこんにちは。現代のもののけ姫ことまこです。はい、今日は私とそうちゃんに来たコメントについてお話をしていこうと思います。はい、付き合いました動画にしかり、お付き合いしましたよとかに関して発信を3本くらいしましたかね。それ以外にも TikTok の方でも私はそうちゃんに知られてないんですけど、いろいろ動画を出してるんですね。その中に来たなんかあんまり気持ちよくのないコメントについてちょっとお話をしていこうと思います。はい、そうちゃんはそのコメントを読んでないので、初めて知るコメントも多いかなと思います。はい、まず、1つ目、はい、これは TikTok の方に出した動画なんですけど、その内容がね、動画の内容が何でも話せる関係値であるし、結構いろんなことをお願いしてもいろんなことを別に嫌と言わずにしてくれる人ですっていう話をしました。サポートとかに関してもね、はい、内容を上げたことに関して、やってあげることが全てではないというコメントが来ました。ごもっともはい、そうです。ごもっともです。はい、間違ってない。間違ってないですが、やってあげることは全てではないけれども、すごいやってあげたがりなんだよね。でも自分的には全部やってるつもりはない。おいからしたらめちゃめちゃやってもらってることがあったり、普段は別にやれなくはないことに関しても、誰かがいてくれたらやってもらえるんだったら早いし、自分としても楽だなって思うことをやっぱりお願いしてしまう癖がやっぱちょっとずつついてきちゃう。自分の中でもそれは甘えだなって思ってるけど、私はそう思ってるわけよ。頼みすぎてんなーってか、ちょっと甘えすぎてんなーみたいな。でもそれに関して足りてないんでしょ。足りてないっていうか全部をしてる気はない。そうちゃん的な負荷が上がったなっていう気がないってことですよ。普段ならね、自分で車椅子こいで歩いてたりするけど、やっぱ一緒にいたら手つないで引っ張ってほしいなとかっていうこともあったり、坂道とか段差とか、できないことはない、大変だけどまっすぐ押してとか、私は楽をしてるなって思うけど、それに関してどう思いますか？手を引っ張る方がやっぱ歩数が合わないのストレスとかもあるじゃん。それがないし、別にやってあげてるというよりかはこっちのストレスもなくなるから、手をつなぐことによってね。フードコート行って、食器食べ物とかをあれ持ってきてとか、例えば水入れてきてとか、除菌シートあそこから持ってきてみたいなのとかは。何にもなかったそうか、そういうとこか。フードコートの食べ物に関して私が一人で行った時は、基本的にはそのお店の近くの椅子に座ってお店の方が持ってきてくれたりするの、お願いするんだけどね、さすがに危ないものに関しては、軽いものだったら自分で持ってくるけど、鉄板系とかうどんとかラーメンとか汁物系とかお店的にも割られても困るから、だから食べ終わったら別に軽いし、私的にはお盆がちゃんとしてれば持っていけるから持っていったりするんだけど、お水とかも持ってきますかって言って持ってきてくれる、フードコートのお水とか。それはお水は確かに片手でこうやって持ってこれることもあるし、除菌シートに関してはもうスッて持ってこれたりするけど、できなくはないわけよ。でも甘えちゃったりしてるっていうところが、だからどこまで甘えさせることが正解なのかっていうのは難しいよね。いいや、全然大丈夫。すぐ飽きるよって言われてる。飽きるよ？何が飽きる？何でもお話しして仲良しですみたいな感じの動画だけど、すぐ飽きるってみたいなことを言われてます。で、分かんない。なんで飽きるになるのか、飽きると思っちゃうのか。どうせまた別れるよとか。じゃあ理由ダメかなんで別れるのかっていう理由まで書けるのかそこまで書いてない意味がわからない何をもとに別れるって思ってんのっていう。私に言ってんのかもしれないね。私が基本振ってるから、全部振られたことないからさ振られたことないからさはい、そうなんだろうね。そうなんだろう。いやで
なんで前の人と別れたか、なんで別れることになったのかっていうのはお話ししてるから、そうちゃん、それの話になると別にそうちゃんがもし私の立場だったとしても別れるでしょ。見る目がないのかも。見る目がないってなっちゃうじゃん。いや今まで生き急いだ、そう生き急いだのはすごいある。特に車椅子になってからっていう恋愛に関してはやっぱ車椅子の人を好きになってもらえるのかなというまず一つのポイントが私の中でずっとあったから、好きになってくれた人はまずもうありがとうございますなわけよ。高望みはしません、好きでいてもらえるなら私も好きになりますみたいな感じだったわけで、ちょっと後半に差し掛かってくると近年はやっぱ年齢というものが今度出てきて、子供が欲しいなって思ったらもうそんなより好みしてられないみたいな、もう好きでいてくれててお金があるんだったらもういいみたいな感じになっちゃってたから、全くもって中身をなんか上辺だけを見て好きでもない人とのお付き合いっていうことが多かった。今回は生き急いでないと信じてる。しっかり練りに練った。やばい、またこれさ、しかもカメラ目線すんなって言われてるそうちゃんと喋ってんだからそうちゃんばっかり見ろって練りに練った練りに練っていっぱいお話しして、いっぱいお話ししたね、いっぱいお話ししたんで、そうじゃないと信じたいと思っております、あとはですね、ちょっと長いので省略しますけども、ADHD っていうことをそうちゃんは、言ってくれて、で動画でもお話をしました。でその ADHD に関してADHD の彼氏と付き合っていくのって大変だよとか、もし結婚して子供が生まれたとしても ADHD の旦那さんに子を預けるというかこのお世話させるっていうことはちょっと大変だよみたいな感じのざっくりとね、そういったコメントをいただいたりしてますが、どう思いますか？ちょっと待ってねその人自身がね、体験して、近場にね、近場にいてとか自分自身もそういったパートナーと一度お付き合いとか結婚とかされたことがある人がそうやって経験した中で少しアドバイスっていうことで言ってくれてるのかもしれないけど、みんながみんな同じ ADHD じゃないからね。何か分かんない結果そうだし間違ったなんでそう思われるの？だからその人の体験談とか見聞きしてることとかじゃない？全員が全員同じ ADHD ではないから、その方が経験した人と同じではないから、その人が抱いた ADHD に対する疑問とか不安とかっていうのがイコールではない、そうちゃんとね、だからそんなこと言われてもみたいなことはあるわけじゃん。ADHD じゃない人から見ると、自分のこともできないのにみたいな感じなんだろうね。そんな見たいものしか見れてないっていうか、注意力がないとかって思ってる人もいるから、子供のこの危機に対して対応できないんじゃないかみたいな。健常者みんなが対応できんのか喧嘩腰になっちゃうちょっと待ってでもそういうことだよね。別にみんなそうじゃない ADHD を持ってない人であっても完璧に全てをこなせてるわけじゃないし、育児に関しても完璧にこなせてるわけではない。いろんなミスもあったりとかね、気づけないことがあったりっていう中で、だから ADHD だからできないとか難しいっていうことはジャンルによって一部あるかもしれないけど、なんか全てをそう決めつける話ではないのかなとは思う。ちょっとずれるけどさ、 SNS、TikTok で流れたんかな、でバズってたなんか ADHD の人が長期フライトに見たすぐ動きたいみたいなやつでしょ。そうあれ自称なの？あれ自称だよ。そうなんだ。あれは自称 ADHD は、すごい動きたい、もう苦しい、じゃないのよ、ADHD って、頭の中がぐっちゃぐっちゃなだけであって。でも多動だったらどうなの？多動もそうだよ。動きたいわじゃない。動きたい、
あれはひどすぎる。あんなんじゃないじゃん。そうちゃんはね、いやいや、多動の人多動でもあんなんない。そうなんだ。分かんない絶対とは言い切れないけどならない。多動でもまあ自称 ADHD の人を見て ADHD じゃない人はそういうもんなんだって思っちゃうこともあるわけじゃん。そういうことではないっていうことはやっぱりみんなが理解していかなきゃいけないなって思う。同じよ、積損だからみんな同じ状態かって言われたらそうじゃないのと一緒で、パッと見さみんなから見られたら歩けない下半身麻痺で一日こくくられちゃうかもしれないけど、そうじゃなくてそれぞれみんな違う症状があるから、それと一緒で ADHD とか自称 ADHD とか、そういったものを見てイコールじゃあこの人もこうなんだっていうことじゃないよっていうのはやっぱそうやって思いながらみんな見ていかなきゃいけないのかなって思う。ADHD 以外もね、そうだからいろんなそういう全部ひっくるめて今いろんな名前がついているものに関しては人間もそうじゃん。人間こうだからこうっていうことじゃない理解した上でコメントをいただければなというふうに思います。そうちゃんは見ないのでコメントを基本的には私が見てそうなんだって思って話題の一つのネタとしてたまにお話しすることがあるくらいですけど、今後もきっとそういうコメントがゼロにはならないと思うんですが、いろんな人の考え方を知れるきっかけでもあるので、またよかったらコメントをください。喧嘩腰やな。喧嘩腰じゃない。違う感じたことをいろいろ書いていただいてもいいので、よかったらお声を聞かせてください。はい、またそうちゃんとの動画が見たいなと思っていただけたのであれば、ぜひいいねボタンと、あとはチャンネル登録をよろしくお願いします。では本日も最後までご視聴ありがとうございました。